私の専門は知的財産法です。慶應義塾大学法学部の君島優子です。私は日本、アメリカ、ヨーロッパの知的財産法、特に先端技術を守る特許法や営業秘密の保護について研究し、また弁護士としてもグローバル企業から大学研究者まで新しい技術や事業を作る人々を支援してきました。特許発明を無断で実施する業者に対して特許権者はその実施を差し止めたり損害賠償を請求したりできます。このような権利により技術開発のための投資をしても開発した発明を独占的に実施して利益を得られるので、事業者が研究開発投資をし、研究者や技術者が研究開発を仕事にするインセンティブとなります。これに対し 4G、5G といった移動体通信の技術標準のように、通信端末から中継機器までみんなが同じ技術を使えるようにすべき場合もあります。そういう技術標準も多くの企業の研究開発の成果を結集して作られますので、たくさんの特許権の対象となっています。このような標準必須特許の権利行使は技術標準を普及させるためにある程度制限すべきですが、特許権者が研究開発投資を回収して利益を得られるようにしておかないと、研究開発をする事業者がいなくなってしまいます。どこまで権利を保護し、どこから権利を制限すべきかが世界的な関心事であり、私の研究対象です。もう一つの私の研究として、サイバーフィジカルサステナビリティセンター、略して CPS センターの代表としての活動があります。インターネット、ロボット、AI など技術の発達に伴い、私たちの生活は便利になりました。オンラインゲームや動画配信、メタバースでアバターを使用してコミュニケーションをとるなど、楽しみも増えました。その一方で、少子高齢化による労働人口の減少、地域格差、経済格差の拡大などの社会的課題は、新しい社会制度や技術導入に対する価値観の相違もあって、なかなか解決が進みません。サイバー空間、フィジカル空間を通関する価値観を形成し、そこにあるべきサステナブルな法制度を考える研究と社会活動を CPS センターで行っています。インターネットの一般利用が始まった時、ネット上で著作権を侵害する者がいるとして、Yahoo のようなサービスプロバイダーが著作権などの権利侵害の責任を問われました。動画サイトの YouTube がサービスを開始した時、多くの著作権者らは権利侵害の動画が YouTube に次々にアップされるとして YouTube を権利侵害で訴えました。米国でも日本でもサービスプロバイダーの責任を制限する立法がされ、その法律により後から出てきた YouTube への責任追及も制限されました。今では著作権者や実演家はインターネット上の音楽配信や YouTube を活用して従来のメディアではなかった利益を得ることができるようになりました。生成 AI の急速な普及により、現在著作権者らは生成 AI 提供事業者が権利を侵害していると主張しています。日本でも諸外国でも著作権制限規定やフェアユースの法理が適用されるのかどうかが議論されていますが、私たちはどうすべきでしょうか。知的財産権を保護するのはなぜかという古くて新しい問題を、グーテンベルクの活版印刷機から生成 AI までさまざまなメディアや技術を俯瞰して捉える視点が未来を作る知的財産法を考える上で大切です。